今日のメニューはキーママサラになります。フライパン一つでできてすごく簡単なのに美味しいので皆さんもぜひ作ってみてください。それではクッキングスタート。今回もまだジリアンのお仕事で南フランスに来ているので自分のキッチンとはちょっと違うんですけど材料から準備していきます。動画で紹介している料理の材料はキャプションにまとめておくのでよかったら参考にしてくださいね。私重大なことに気づきました。はかりがないです。この家何度か作ってはいるんですけどはかりを使わずに作ったことはないです。ちょっと不安かも。てかこのボウルもちっちゃいねんけど。強力粉を入れたらそこにオイル、砂糖、塩、ドライイースト、バターを入れていきます。そして最後にぬるま湯を入れます。今回は普通の強力粉ではなくてちょっと体のことを考えてね、茶色い粉使ってるので全粒粉のなんです。皆さんお家でパンとか作りますか？ベルギーのお家にはホームベーカリーがあってそれで時々ねパンは作るんですよね。めちゃめちゃいい感じじゃないです？まとまりましたね。2倍ぐらいに膨らむまで寝かします。フランスのねサランラップめちゃめちゃ質が悪いというか全然出せないし切れないし張り付かないしもう引っ張る感じ、無理やりちぎる感じ。まずはニンニクと生姜をみじん切りしていきます。あとは玉ねぎが飴色になるまでひたすら炒めます。スパイスも目分量ですが。でささっと炒めたら、すぐにトマト缶を投入します。トマトを潰しながらちょっと煮詰めていきます。カレーを作ってる間にですね、パンも2倍ぐらいに膨らみましたね。目分量でやった割にはね、なんとかなるもんやな。このテーブルの上でできるようにね、さっききれいに掃除したんですよ。半分と、めっちゃいい感じかも。結構しっかり発酵できてるかも。もうちょっと伸ばした方がいいね。今回はちょっとバターで焼いていきたいと思います。実はインドではナンはマイナーな存在です。日常的にはチャパティやロティが主食で、ナンは特別な日やレストランで食べるちょっとリッチなパンです。インド料理イコールナンっていうのは日本や欧米のイメージに近いです。ちなみにバターナンも日本人の口に合うように広まった和製ナンです。ひき肉入れていきます。今回は牛と豚の合いびき肉を使ってますけど、実はこれインドではありえない組み合わせなんです。キーマカレーのキーマってヒンディー語でひき肉って意味なんですけど、インドではヒンドゥー教徒は牛、イスラム教徒は豚を食べないので、この豚と牛の合いびき肉ってインドではまず使わない組み合わせなんですよ。でも今日はフランスのスーパーで普通に売ってる合いびき肉でいきます。本場には怒られそうだけど、これがまた美味しいです。You need everything? No, just like that. This looks enough for two. Check how dirty. めっちゃ汚い。The truck drivers are still on the way now. They haven't arrived yet. They left today. Why so late? Because they don't work yesterday. This syrup is the best. This syrup is suck. Okay.
ほんとそうそう、スイート。How do you call this? This material. コルク。 Yeah, so usually cheap bottles is plastic. ああ、そう、リアルワンで。今日は南フランス最後の日なので外食に来ました。ほとんどのレストランにはテラス席があるので私たちもテラスで食事します。Yunjin. Oh, good. The cook looks good too. Ah. Photo. 美味しい。So after 1 week we are back to here again, south of France. Then go Rotterdam. Probably something like this. If we are back to here, I wanna same apartment. All nights really kind here. So did you sleep good? Yesterday? Yesterday is good. Bedroom is nicely fresh. Even morning I feel cold. I need blanket. You want to change room? No. Mine feels warm. Your room is warm, right? And so you want to learn French, so you need to learn how to be rude first. Rude. Because French is most rudest people in the world. リアルな1週間の晩ご飯ということで、今回は南フランスから帰ってきたところで夕飯を作る時間がなかったので Uber Eats を頼みました。我が家ではジュリアンのお仕事の関係で移動も多いので、移動日で遅くなった日やあと土日祝日などお出かけしていた時はだいたい外食か Uber Eats で済ませることが多いです。私たちの住んでいるところは割と選択肢も多いです。今回はインド料理、韓国料理、中国料理の3つで悩んでいます。一番よく頼むのがインド料理なんですが、前回食べたばかりということもあり、今回は韓国料理にすることにしました。日本の場合はオートロックを開けて玄関の前まで持ってきてもらう対面や、あと玄関の前に置いておいてくれる置き配など選択肢がありますが、ベルギーの場合はオートロックを開けるのではなく下まで取りに行かないといけません。それがちょっと不便かなって感じることはありますが、基本は日本と一緒です。今回も何事もトラブルなく無事に受け取りました。今日のメニューはベルギーの郷土料理ボロボンを作っていきたいと思います。では早速作りましょう。まずはブロス作りから。玉ねぎや人参、セロリなどを洗って鍋に入れ、水を加えてゆっくり煮込むだけです。この自家製ブロスはスープや煮込み料理などのベースとして大活躍します。シンプルですが料理の味をぐっと深めてくれる欠かせない存在です。冷凍保存もできるので時間のある日に作っておくととても便利。この日はたっぷり作って1週間の晩ご飯に活用していきます。ブロスを美味しく作るコツは沸騰させないように弱火で火を入れること。そうすることで透き通ったきれいなブロスに仕上がります。また材料がシンプルだからこそじっくり時間をかけて煮込むことで自然な甘みと奥行きのある味わいになります。ところで皆さんはボロボンって聞いたことありますか？フランスの家庭料理でサクサクのパイの生地の中にクリーミーな具材をたっぷり詰めた料理です。今回は鶏肉とキノコを使いますが海鮮でも作れます。外はサクサク、
中はとろーりフランスらしさを感じられる家庭料理の一つです。復活動画にたくさんのコメントありがとうございます。ジリアンとねコメントを楽しく見させていただいてます。先日ですね、私リクエスト皆さんなんかないですかっていう質問をしたところ、美容動画が見たいですっていう方とドッキリ動画のリクエストもありましたね。今後ねどんどんね動画をアップしていこうと思うので皆さんよろしくお願いします。もしまたね何かこんなのが見たいよっていうのがありましたら遠慮なくどんどんおっしゃってください。だいぶ前にどういう風にシングルの時にねルリとかトウヤ育ててましたかみたいなそんな質問もいただいたんですけど、どうですか皆さん、子育てなんて興味あります？もしあればコメントで教えてください。そうこうしてる間にやばい、かなり大量のミートボールだけどやば、めっちゃミートボールできた。これぐらいになったら OK。 ここで鶏肉を一旦取り出します。鶏肉に火が通ったのでこの身を外していきます。まずね糸を外していきましょうか。こんな感じ。バターとこの小麦粉でソースを作っていきます。失敗しないソース作りのコツはブロスを少しずつ加えてその都度よく混ぜることです。これがダマを防ぐポイントになります。火加減は弱火から中火。混ぜながら加熱します。すると徐々にとろみがついてきます。もしダマができても泡立て器でひたすら混ぜれば大丈夫。最後にはきれいにダマのないソースが出来上がります。ちょっと滑らかになってきたなと思ったらさらに足して混ぜていきます。とにかく混ぜる。ちょっと混ぜたらどんどん足していく感じ。だいぶいい感じじゃないでしょうか。このお酒も入れます。分量は適当です。これでソースは出来上がりです。こちらは長ネギのように見えますが、リーキという野菜です。日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、ベルギーのスーパーでは定番野菜。火を通すととろっと柔らかくなって自然な甘みが引き立ちます。ボロボンの付け合わせといえばベルギー発祥のフリッツ。我が家でもベルギー料理にはフリッツが欠かせません。ただ少しヘルシーにエアフライヤーを使っています。ホワイトソースと鶏肉、ミートボールを絡め、フリッツとともにパイの器に盛り付けたら完成です。飾りにパセリも少し添えました。いただきます。いただきます。今日はお米が食べたい気分なのでパエリア。お米が恋しい時に作ることが多い我が家の定番メニューの一つです。今回はちょうど昨日仕込んだブロスもあるので、それを使って海鮮パエリアにします。皆さん、パエリアって有名なご飯料理というイメージがありますよね。でも実はこの料理、ちょっと意外な歴史とルールがあるんです。まずは一つ目。パエリアという名前、実は料理そのものではなく、鍋の名前なんです。もともとは平たい鉄鍋のことを指していて、その鍋で作る料理だからパエリアと呼ばれるようになりました。そして2つ目、パエリアはチャーハンのように混ぜる料理ではありません。お米は炊いている間、基本的に一切かき混ぜません。むしろ途中で混ぜてしまうと失敗とされることもあるんです。そして3つ目、本場ではむしろ焦げが大事。鍋の底にできている香ばしいお焦げ、
これをソカラットと呼びます。この部分こそが一番のごちそうなんです。そして4つ目、実はよく見るシーフードパエリアは観光向けのアレンジ。もともとの伝統的なパエリアは鶏肉やウサギ、豆類などを使ったもっと素朴な料理でした。スペイン・バレンシア地方の農民が畑の食材をそのまま鍋に作ったまかない飯がルーツなんです。こうしてみると、パエリアはただのスペイン料理ではなく、鍋、火加減、土地の文化がすべて詰まった料理だということがわかります。次にパエリアを見るときは、ぜひおこげと鍋に注目してみてください。ただ、この家には鍋がないので、今回はフライパンで作っていきます。パエリアの水分を飛ばしている間に、今度はサラダとオーブン焼きの準備をしていきます。芽キャベツのオーブン焼きはすごくシンプルで、オーブンは170度にセットして焼くだけです。20分かな。ブラッタチーズとトマトの切り方はスライスでもいいですし、くし形でもどっちでもお好きな方でいいと思います。今回ブラッタチーズとトマトを合わせてるんですけども、ブラッタチーズは生ハムやあとね果物とよく合います。こんな感じ。これだけでもね十分ブラッタは美味しいので、このブラッタチーズは食べる30分前ぐらいですかね、冷蔵庫から出しておくとすごいとろっとして美味しいです。It's really... You are Luke. No better. Oh yeah, no, it's better. Oh yes. Okay. I'm busy. Have dinner. You need help. Today it's okay. Not so difficult. You need help today. おー、いい感じ。いただきます。いただきます。うん。Okay. うん。材料はこちら。フェンネルなんですが、日本でも売ってるんかな。あんまりスーパーではちょっと見かけない野菜かもしれないですけど、ベルギーではよく使われる野菜で、すごいね香りとかもいいんですよ。火を入れると甘くなります。なのでポタージュにちょうどいいお野菜ですね。フェンネルをね切っていきます。茹でるので、適当な大きさに切って、じゃがいもも同じような大きさにして、でこれをボイルしていきます。白身魚のフライといっても油を使ってこう揚げるのではなく、揚げ物は全てエアフライヤーでしてます。これオランダ語で書いてあるのであれですけど、日本でいう、タラですね。タラに近い感じ。そういえば料理する時って皆さん指輪ってどうしてます？私ね、料理する時とか指輪結構外すんですよ。別に清潔が不潔だとかそういうのじゃなくて、ただ単に邪魔やからなんですけど、そしたらね、はめ忘れるんですよね。ジュリアンが帰ってきて、あれ今日なんで指輪してないみたいな。いや別に料理してただけやねんっていう感じのことになるんですけど、もしよかったらね教えてください。みんなどうしてるのか。タラはこれぐらいの大きさ。そしてですね、
こう先ほど切った魚をこの袋に入れてマヨネーズを入れます。なんかあんまないなもう。私マヨネーズとかもあんまり好きじゃないので、パン粉がくっつく程度のマヨネーズ。小麦粉つけて卵つけてってやっぱめんどくさいじゃないですか。これでパン粉がね綺麗にくっついてくれるので、パン粉はもう普通のパン粉です。これを入れていきます。チェックして、このブレンダーはクリスマスの時にジュリアンの両親から私へということでいただきました。多分ねこれだけだと水分が足らないので、牛乳があれば牛乳入れますし、牛乳がなければ私はお水とあとコンソメをねちょっと入れてます。このままだとねやっぱり見てわかると思うんですけど、ちょっと粘り気が強いので、ちょっとパラパラとして、お好みでですねお塩胡椒入れていただければと思います。サラダを作るんですけども、サラダはまあ特に特別なことはなくて、野菜を洗って切っていくだけです。サラダは塩コショウとオリーブオイルでいただきます。I don't know how to cook, but I can set the table. やっぱり揚げたくないじゃないですか、油で。台所も汚れるし。なんでうちではもうこれ大活躍。ね、190度。やってくサラダ。Try to gamble clothes and go to mountain. なんでGamble for clothes. If you lose, lose clothes. If you win, you have clothes. I go mountain. Actually, it's genius. 本日の材料はこちらです。なんとスライサーがすでに床に置いてあった。いつもは床じゃなくてあそこに置いてあるんですけど、多分ね私が今日はスライサー使うよって言ったからジュリアンが気を利かしてじゃん、すでに置いてありました。よし、これでセット完了。いい感じ。アジアンスーパーに行けば薄いめちゃめちゃ薄い豚肉とか牛肉はまああることはあるんですけども、やっぱりそれだと薄すぎて料理にはちょっと適してないかなって思うので、私はこうやって自分で機械を使って薄切り肉を作っています。これを一旦冷凍庫で固めます。次はお米を炊いていきます。最近アジアンスーパーに行って買ってきたお米です。5キロで、36.80 ユーロです。どうなん日本って今お米どれぐらいなんですか？なんか高いとも聞きますけどね。こっちに来てからお米を研ぐことがまあないですね。ショートでスタート。そして今度はお味噌汁を作っていきます。コールラビ、ベルギーのお野菜を使っていきます。こんな感じ。そんなに大きくないですよね。
コールラビはヨーロッパでよく食べられている野菜です。名前はドイツ語でキャベツを意味するコールとカブを意味するラビが由来です。見た目はカブみたいですが、実はキャベツの仲間。シャキシャキした食感でほんのり甘みがあります。生でサラダにしても炒めてもスープにしても美味しい野菜です。ベルギーのスーパーでもよく見かけるので、今回はこれをお味噌汁の具にします。タニタの減塩、これ使ってます。わかめ、これもアジアンスーパーですね。実は私は普段から牛丼チェーンに通うタイプではありません。吉野家、松屋などにもほとんど行ったことがないんです。記憶では人生の中で2回ほど行った程度です。それでも牛丼の魅力はよくわかります。甘辛いタレで煮込んだ牛肉とご飯の相性が抜群。日本では手軽で安く、忙しい時にさっと食べられる国民食の一つですよね。これであとは玉ねぎがちょっと柔らかくなるまで煮ます。だし巻き卵をふわふわに作るコツは3つあります。1つ目、卵を混ぜすぎないこと。白身を切るように混ぜますが、泡立てすぎは NG です。2つ目、だしをしっかり入れること。3つ目、弱めの中火で焼くこと。強火だと硬くなりやすいので、少し半熟の状態で巻いていきます。多少形が崩れても大丈夫。最後に形を整えれば、きれいなだし巻き卵になります。我が家には専用のフライパンがないので、いつも普通のフライパンで作っています。なんかめちゃめちゃ細長くなったけど、大丈夫かしら。よっ、いい感じじゃない？真ん中だけね。よっ。こう、いい感じ。一応和食器もあるので、和食器にのせていきますね。こんな感じです。お肉を入れて沸騰させます。えらい勢いで開いたな。Soup plate? No, 丼。This is not soup plate. 丼です、これは。ちょっとね、ラーメン丼なんやけど、まあまあ、しゃあないよね。すき家だったっけ、牛丼。すき家風にしたんですけど、って言ってもまあ、すき家行ったことないんですけど、まあでも、美味しそうじゃないです？こんな感じでしょうか。いただきます。いただきます。せっかく日本にいたのに吉野家に行ってないんだ。結構外国人に人気なんですけどね。Foreigners like? うん。うんうん。Okay. So maybe I'm not foreigner then. You're not foreigner.